山下達郎は東京都出身のシンガーソングライターです。30年以上連続でオリコンランキング100入りをし、ギネス世界記録にもなった代表曲クリスマスイブをはじめ、大ヒット映画サマーウォーズや木村拓哉主演で大きな話題を呼んだドラマグランメゾン東京の主題歌を担当したり、現在でも第一線で活躍し続けている大物ミュージシャンの山下達郎。そんな山下達郎の成功の秘訣はこの3つ。1、音の職人と称されるほどの音楽へのこだわり。2、時代の流れに乗ったポピュラーな音楽。3、こだわりを持って好きな音楽を探求し続ける姿勢。それでは成功ストーリーを追っていきましょう。1953年、居酒屋を経営していた両親のもとに生まれる。決して裕福な家庭ではなく、彼は少年時代を共働きの両親と共にアパートに暮らす鍵っ子として育った。小学生の彼は宇宙と読書が大好きな真面目なタイプ。児童会役員にも選出された。小学校6年生の頃に合奏クラブとマーチングバンドに所属。楽器に興味が芽生え、中学高校ではブラスバンド部に所属した。高校は都立の進学校に入学する。入学できたご褒美として、両親から以前から欲しかったドラムセットを買ってもらい、そこから音楽に夢中になっていく。加えて、進学校特有の管理体制への違和感と、受験一辺倒な学校やクラスメートに違和感を感じ、学問の道に進むことを挫折。1969年に彼の通う高校全体での収賄が発覚。70年安保という社会情勢も重なり、彼は学校生活をドロップアウト。学生運動や学生サークルに関わるようになり、音楽、バイト、学生サークル、ジャズ喫茶に名画座という毎日を過ごした。なんとか高校を卒業した彼は音楽著作権を学ぶために大学に入ることを決め、1年間の浪人生活の後に明治大学法学部に入学する。そこでアマチュアバンドの仲間たちと自主制作アルバム Add Some Music to Your Day を制作。メンバーには後のシュガーベイブのメンバーとなる村松邦夫と鰐川喜久夫がいた。1973年にシュガーベイブを結成。デビューコンサートを青山タワーホールで行う。1974年に音楽事務所と契約するも、給料をもらえず経済的に困窮する。しかし、この頃に始めた CM 音楽の仕事やスタジオでのコーラスワークの活動、ライブハウスや学園祭への出演などを通して山下の声は少しずつ認知されていく。1970年代後半には黒木真由美に楽曲を提供。今でこそ多くのアーティストに楽曲提供をしているが、これが初めての他のアーティストへの楽曲提供である。1976年の3月31日、4月1日に荻窪ロフトにてシュガーベイブが開催した後、その年の12月25日に全曲アメリカレコーディングによるアルバムサーカスタウンでソロデビュー。自身の制作の傍ら、他のミュージシャンやシンガーに楽曲提供を行い、近藤正彦のハイティーンブギー、キンキキッズのガラスの少年、ジェットコースターロマンスなどヒット曲を生み出している。1979年に出したファーストソロシングルの B 面、ボンバーが大阪を中心に大ヒット。ここまでの売り上げが芳しくなく、作曲家として生きていこうと考えていた矢先の出来事であった。この曲がヒットしてからライブに来る客層が変わり、そのことが新鮮で嬉しいものであったことから、時代に近い音楽を作ってみようという意欲が湧いたという。この出来事で彼は職人的な音作りに加え、時代の流れを読んだ常にリアルでポピュラーな音楽を作り上げていく。1982年には楽曲提供を行うなど仕事上での親交のあった竹内まりやと結婚した。その後も上り調子で商業的には成功していたが、1980年当時、30歳以降もヒット曲を飛ばし続けられるミュージシャンはほとんどいなかった。浮き沈みの激しい音楽業界でそう何年も活動していけるはずがないと。ならば、この先は自分のやりたいことをやろうと決めたという。彼はこの頃はとにかくシュガーベイブ時代に戻り、流行り物でない音楽をやりたい。自分が思春期の頃に憧れたような音楽がやりたいと思っていたそうだ。こうして発売されたアルバムメロディーズはリリース当時、夏っぽくない、これまでの曲のような開放感に欠けると批判も多かったそうだが、
そういう音楽を作ると決めていたので全く気にならなかったそうだ。このメロディーズに収録されたアルバムの締めの一曲がクリスマスイブである。メロディーズの最後の一曲として収録されたこの曲は、レコード会社の社長からの提案で、毎年末に季節限定商品としてリリースされることになる。そしてリリースから5年後、1988年のクリスマスシーズンに、JR 東海ホームタウンエクスプレスの CM ソングに、爆発的に知名度を上げ、山下達郎の名を若い世代も知ることになった。その後、1980年代の日本の楽曲で一番売り上げが多い楽曲。日本のシングルチャートに連続で最も長くチャートインした曲になり、ギネス世界記録も更新している。毎年クリスマスになると流れる彼のクリスマスイブ。瞬間的なミリオンヒット曲ではなく、時代を超えるロングセラーとして、冬の風物詩として、これからも聴き継がれていくだろう。キャリアが45年を迎えた山下達郎。彼は今でも精力的に私たちに音楽を届け続けている。なんと近年では海外で山下達郎の音楽を再評価するムーブメントも発生しており、海外から CD やレコードの購入が増え、YouTube でも海外ユーザーのコメントが目立つようになった。2020年の今年はライブ映像の公開も発表。これまで映像配信はやってこなかった彼が全力で挑戦するバーチャルなライブ活動においてどんなライブを見せてくれるのか楽しみだ。さて、あなたは山下達郎から何を学びましたか？よかった、勉強になったという方はいいねと一言コメントをお願いします。このチャンネルではあなたの人生の成功のヒントになるような有名人や起業家の成功ストーリーと成功の秘訣が何だったのかを独自の視点で紹介していきます。チャンネル登録していただいた方には他の成功ストーリーもお届けしますので、チャンネル登録をお願いします。それではまた成功の架け橋で。